こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらのバッテリーバランサーなんですけど、一応商品名としては、WPL ジャパン専用バッテリーチェッカーで、放電バランサー機能付きというものになります。こちらについてご紹介と、あとは使い方ですね。主には、要はバッテリー、このWPL ジャパンの走行用バッテリーの管理の仕方っていうところ、この説明の動画っていう感じにはなるんですけれども、そういった動画になりますので、よければですね、参考にしていただければと思います。で、まずこちらの商品なんですけれども、この形的にですね、あれ、ちょっと見たことあるな、みたいな方、結構いらっしゃると思うんですけれども、で、これ、実際ですね、WPL ジャパンのこの走行用バッテリー専用っていうそもそもものではなくて、汎用品なんですね。ただ、うちとしてはですね、あくまでもこの WPL ジャパンの走行用バッテリー、これ専用の商品ですという形で販売をさせていただくことにしました。っていうのも、これ実際ですね、セル数って言って、このバッテリーって、これだと1本2本、こう中に入ってますよね。これが1セル2セル、つまりこのバッテリー2セルということになるんですけれども、これが2セルの場合、ここに挿すんですけど、これ2セル、3セル、4セル、5、6と。6セルまで対応してるんですけれども、その2セルから6セルまでのバッテリーに対して、さらに容量だったりとか、あとは、これはリチウムイオン電池ですけれども、リチウムイオンの他にも、リポ、リフェ、いろんな本当にたくさんの種類の電池があるんですけれども、それをですね、すべて動作確認するっていうのが、ちょっと現実的に難しいっていうのと、あと正直、結構世の中にいろんなバッテリーが出回っていて、もちろんその高級品の素晴らしいものから、あとは、お値段がお安くて、ちょっと、性能的には、難ありかなと言えるようなものまで、いろいろあると思うんですけれども、中にはですね、ちょっとこう、特に電圧の高い、こっちの方ですね。こっちの方を使った時に、動作がちょっと不安定だったり、最悪ですね、ちょっとこの辺が熱で、変形してしまうというような状況も見受けられるらしいので、すいません。これは僕は実際試してみたわけではないんですけども、確かにそのあたりって、正直言って結構、怖いところがあるんですよね。このバッテリーっていうのは。なので、弊社としては、これですね、販売させていただくにあたって、あくまでも、この WPL ジャパンのこのラジコン、これの走行用バッテリー、これに使っていただくのを前提、専用ですという形で、販売をさせていただきますというふうにしておりますので、その点ですね、ご了承ください。はい。ではすいません。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、今回の動画ですね、基本的には初心者の方向けという形でご案内させていただきます。なので、特に、これの使い方、あとはバッテリーの管理の仕方、これですね、特に上級者の方に関しては、ご自身の、独自のノウハウっていうとちょっと大げさかもしれないですけど、人それぞれ考え方とか、どこを重視するとか、いろいろ管理の仕方、変わってくるところはあると思うんですけれども、もちろんその上級者の方で、自分はこういうふうにやってますよっていうのがあれば、それに準じた形で使っていただければいいと思うんですけども、そもそも初心者の方で、どうやって使ったらいいかわかんないよという方はですね、今回の動画、ちょっと僕もいろいろ考えて、これだったら、どんな方でも、この特に WPL ジャパンのこのラジコンで遊ぶような方ですよね。そういう方にとって、まず間違いないんじゃないかなという運用方法、僕なりにっていう感じではあるんですけれども、今回まとめておきましたので、そちらですね、ご紹介させていただきますので、そもそもですね、このリチウムイオンバッテリーの管理の仕方っていうのが、全然わかんないよと。むしろ初めて使うよというような方は、ぜひ参考にしていただければと思います。で、まずこちらなんですけれども、使い方としては、ちょっと今ずっと何もついてない状態だったんですけど、これスイッチとかは特にないんですよ。で、電源はもうこのバッテリーから取るんで、これですね。この WPL ジャパンのこのバッテリーの場合はこの白いコネクタ、これをここに挿すだけです。こんな感じで。挿すと、ここに、これがいわばホーム画面って感じなんですけども、この挿した時に表示されるこの画面が、まず電圧が表示されてます。で、これは2セルバッテリーなので、電圧が2つ表示されてますね。上が今 3.78V、下が 3.77V という風になってますけれども、これはほぼ、この1セル単位、1セルあたりの電圧がそれぞれ出てるんですけども、それにほぼ差がないっていうようなことが読み取れるかなと。で、これ実際上どれぐらいって言った時に、満充電、いわゆる満タンに充電してる満充電の状態で挿すと、だいたい 4.1 から 4.2 ぐらいになるっていう感じです。なので、これ今、満タンではない状態ですね。
で、ちょっとここで、まずお伝えさせていただきたいのが、このリチウムイオンバッテリー。この WPL に使うこのバッテリー。リチウムイオンバッテリーって言うんですけど、このリチウムイオンバッテリーの、管理についてですね。これを、上手に管理して長く、性能を維持して使うっていったときに、最も重要なこと。まずそれが2つありまして、まず1つ目が、満タンに充電した満充電の状態のまま放置しない。これ1つ目ですね。で、2つ目が逆にすっからかんの状態。こう、例えば走らせて、もう動かなくなりましたと。でもその空の状態で、長期放置。どちらも、もう満タンでもすっからかんでもどちらもそのまま長期放置っていうのはしないようにしましょうっていうのが大前提となります。その2つが大前提で、満充電での放置、すっからかんで放置。これが良くないですよと。で、もう一個ちょっと補足的になるんですけれども、これがどのような状態であっても、もう数ヶ月以上、半年以上とか、すごい長い間、全然使わずに放置しておくっていうのも良くないです。なので、本当に長い間使わないな、最近数ヶ月走らせてないな、みたいな時は、走らせることはしなくてもいいので、一旦一回充電して、また放電して保管しておくっていうような運用をしてほしいっていう形になります。はい。まず以上が、そもそもリチウムイオンバッテリーの管理運用に関してっていうところのポイントになるんですけども、じゃあ実際にこれですね。今回ご紹介させていただくこの商品、こちらを使ってどうやって管理するかっていうのを具体的に説明させていただきたいと思います。で、最初にお伝えした通りなんですけども、今回使い方あくまで目安にはなりますので、もう右も左もわかんないよっていう方は、もうこの通りにやっていただければいいと思います。で、詳しい方は自分なりの工夫をしながら、運用していただければいいのかなと思います。はい、じゃあまずですね、状況としては、じゃあこれを充電しました。で、走らせました。で、走らせ終わりましたっていうところからいきたいと思うんですけれども、はい、じゃあまずこれですね、最初に設定をしていただきたいんですけども、これ挿しますね。そうすると、ここに今の電圧が表示されますと。で、この状態で、ここの左下、モードっていうボタン、一番左のボタンですね、があるんですけども、これを押していただくと、一回押す。そうすると、この右下にですね、こんな感じの表示が出て、こんな感じですね。これが、バランスボルテージリミットっていう表示が出てるんですけども、これは、バランス放電と言われるモードの設定電圧になります。ちょっともう一回押しちゃいますね。もう一回押すと、ここはちょっと表示が変わって、ディスチャージボルテージセット。これは通常の放電モードの設定電圧っていう形になります。で、もう一回押すと、またホーム画面に戻りますと。ちょっと順に説明させていただくんですけど、まず、こちらの設定。一回押した時に出てくるバランスボルテージリミット。これはですね、バランス放電っていうのがあるんですけども、セルが1、2個あると。で、これがですね、例えば片方が 3.8V です。片方が 3.7V ですってなった時に 0.1V の差がありますよね。で、多い方を放電してくれるっていう動きになるので、その2本の間に生まれている電圧の差を縮めてくれる、なくしてくれるっていう機能になります。で、ちょっとこれ細かいところは後でご説明しますので、一旦設定値として、おすすめの設定値としては 3.7 になるので、3.7 に合わせてください。この状態で右のボタン、上の矢印と下の矢印になってますけれども、これそれぞれ押すと、この電圧ですね、変更することができますので、これをバランスの方は 3.7 にする。3.7。で、続いて左側のボタン、もう一度押していただくと、今度は通常のディスチャージ、ボルテージセットってなってますけれども、通常の放電モードの設定電圧。これは 3.8 にしてください。3.8V。これでまたホームに戻ります。一応ここでもう一回押すたびに 3.7、3.8 っていう風になってるはずです。で、また戻ると。はい。じゃあ一旦、今の手順でこれ設定できましたという状態。で、ちなみにこれ電池抜いて電源が落ちてる状態からもう一度挿してもですね、一応記憶されてるんで、もう一回押してみますけど、押すと、さっき設定した 3.7、バランスの方が 3.7 になってますね。
で、もう一回押すと、放電の方が 3.8、ディスチャージの方ですね、が 3.8 になってますね。で、ホームに戻ると。じゃあ、ここから実際に、具体的にですね、これを使ってどういうふうに管理、運用すればいいかっていうところをちょっと細かく説明させていただくんですけれども、ちょっともう一回外します。じゃあ、これ走らせましたと。これ、こう抜きましたと。で、ちょっと他の動画でも説明させていただいたんですけど、まず、この電池、どういう状態で保管するのが理想なのかっていうところから、ちょっとですね、説明させていただきたいんですけども、満タンはダメって言いましたよね。で、すっからかんもダメって言いましたよね。中間ぐらいがいいんですよ。で、それを、これを使ってやると測りやすいっていうことなんですけれども、それが、だいたい 3.7 から 3.8V。ここですね。ここの電圧が 3.7 から 3.8V にある。その状態であれば、そのまま、ある程度ですね、1ヶ月2ヶ月ぐらいだったら放置しといても大丈夫です。ちょっと半年とかになってくると、また時々充電してくださいねって話になるんですけれども、1ヶ月2ヶ月だったらそのまま保管して大丈夫と。じゃあ実際にこれを使ってどう管理するかっていうところなんですけども、その 3.7、3.8、このあたりを基準に僕はちょっと管理していただくのが、どなたでもですね、比較的簡単に管理できるんじゃないかなと思ったんで、今回一通りですね、ちょっとお伝えさせていただくんですけど、だから3パターンですね、3パターン。1個が、走らせました。バッテリー外しました。挿しました。1パターン目は 3.7V 未満だった場合。で、2つ目が 3.7 から 3.8 の間に収まってた場合。で、3つ目があんまり走らせてなかった時ですよね。3.8 を全然超えてた場合。ちょっとこの3パターンになるんですけれども、結局、目的は 3.7 から 3.8 に収めるっていうところにはなるので、そこさえ理解してればそんなに複雑な話ではないと思うんですけども、ちょっと簡単なところからいきますね。まず、これ、走らせて、外して、つなげた。この時に、運よく、3.7 から 3.8、今ちょうどそうなってますけど、3.7 から 3.8 の間に収まってましたと。なおかつ、この電圧の差がそんなにないと。一応目安としては、0.05 以下の差だったら無視していいかなっていうレベルだと思ってます。なので、これ今見ると 3.78 と 3.77 なんで、3.7 から 3.8 の間にはまってます。で、それぞれの電圧の差がほとんどない。0.5、すいません、0.05 か。0.05 以下の差になってる。もうこれは正直このまま保管で大丈夫です。ちょうどよかった、このまま保管でいいやっていう判断で問題ないかなと。じゃあ次にですね、簡単なパターン、2つ目なんですけど、これ接続して3.8 を大きく超えていた場合は、放電してしまっておきましょうっていう話ですね。なので、ディスチャージっていうのを押します。ちょっとすいません、今、設定したのが 3.8 に対して、このバッテリーが 3.8 以下なんで、ちょっと分かりづらいんで、ちょっと、すいません、いっぱいあるやつ持ってきました。これ、例えば、走らせて、つなげました。3.8 を大きく上回ってる状態ですよね。で、この時、ちなみにこれ今、ちょうど 0.05 の差がありますよね。でこの場合は、ちょっとバランス取った方がいいかな、みたいな判断でいいかなと思います。で、具体的な手順としては、まず、ディスチャージ。こっちの方が早いんで、まずこれで、設定した 3.8 までギューンって抜いちゃいます。最初からバランスでもいいんですけど、バランス放電って、バランス取ってくれる代わりに放電時間が長くなってしまうので、最初はディスチャージでギューンって抜いちゃうんですね。これで、3.8 までギューンと抜いた後に、そこから、今回の場合は最初に設定した通り 3.7V に設定してありますので、3.8 から 3.7V までバランス放電っていうのをしてくれます。
で、ほぼほぼ差がない状態で 3.7V っていう表示になって、これが自動的に止まってるっていう状態になります。で、抜いて保管と。これが2つ目の手順ですね。1個目は運よくちょうどいいところだったらそのまま保管でいいですと。2個目は、大きく上回ってたら、3.8 を大きく上回ってたら今の手順で、抜いてから保管。じゃあ3つ目、これがちょっと一番面倒なパターンなんですけど、正直あんまりないですけどね。あんまりないですけど、これを接続したときに、すいません、今、ちょうどいい表示になるバッテリーがなかったんで、これで説明しちゃうんですけど、この 3.7 を下回ってた場合、その場合はちょっと低すぎるんで、保管するにはちょっと低すぎるんで、一回ですね、電気入れてほしいんですよ。なので、走らせました。走行バッテリー抜きました。挿しました。で、この時点でもし、3.6 とか、3.7 思いっきり下回ってるなっていう時は、一旦ですね、放電とかをするんじゃなくて、充電器で充電してください。で、一概には言えないんですけど、だいたい10分から20分も充電すれば、もう抜いちゃっていいです。で、もう一度挿すと、3.8 を全然超えるような数字に、ここが表示が変わってると思いますので、そうなったら、さっきのやり方と一緒ですね。3.8V を超えてるパターンなんで、そこからディスチャージで 3.8 までギューンと抜いてください。で、3.8 まで行った時に、このバランスですね。バランスモードをもう一回押してあげて、今度はバランスモードで抜くと。で、3.7 まで行ったら保管。このやり方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとすいません。どうしてもちょっとややこしい説明になってしまうんですけれども、今言った手順で管理、運用していただくのが一番間違いないかなと思います。はい。で、最後にですね、じゃあ、次使うときどうするのっていうところなんですけど、これはですね、一番の理想は、当日充電なんですけど、前日ぐらいまでだったら全然大丈夫かなというふうに考えてます。なので、次充電して遊ぶぞという、遊ぶ日の前日ですね。前日に、例えば2本3本バッテリーがあるんだったら、それ全部満充電して、次の日に備えると。で、次の日に遊びに行きました。で、全部使いましたっていう場合は、さっきのような感じで、管理していただければいいですし、たまにあるのが、3本充電して持って行ったんだけど、2本は結局使わなかったみたいな時あるじゃないですか。その時ももちろん満タンのままの放置っていうのがまずいので、放電はしてくださいという形になります。で、とにかく、最終的にこれでチェックした時に、3.7 から 3.8 に収まっているような状態で保管するっていうような考え方ですね。そのようにしていただければいいのかなと思います。はい。ではすいません。今回ちょっとこのバッテリーの管理のお話と、この、チェッカーの使い方の話だったんで、どうしてもややこしくなってしまったんですけども、もしですね、ちょっと分かりづらいところとか、疑問な点ありましたらですね、お気軽にコメント欄からご質問いただければと思いますので、よろしくお願いします。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。